皆さんこんにちは。あやこキッチンにようこそ。本日はポーランドを代表するリンゴのケーキ、シャルロトカ、スタンダードなタイプのシナモンフレーバーのものと、もう一つ私からのご提案でアールグレイとジンジャーフレーバーのシャルロトカ、2種類紹介していきます。まずはじめにシャルロトカの生地を作っていきます。バターをボウルに入れていきます。バターをまず潰して均一な硬さにしていきます。ある程度柔らかくなったらホイッパーに持ち替えて、さらにバターをクリーム状にします。粉糖を加えていきます。こちらの卵黄3個分を3回に分けて加えていきます。混ぜたら加えて、混ぜたら加えてを繰り返します。はい、こちらは脂肪分 18% のサワークリームです。こちらも加えていきます。こちらは薄力粉と全粒の小麦粉がすでに合わさっています。ベーキングパウダーも一緒に加えていきます。そしてふるいます。もしアールグレイフレーバーで生地を作る場合は、このタイミングでアールグレイも混ぜてしまいます。こちらはちなみにティーバッグタイプで、この場合はアールグレイティーバッグ3パック分、これはすでにアールグレイが結構細かい状態になってしまっているので、これはそのまんまここに加えていきます。もしティーバッグのアールグレイじゃなくてリーフのアールグレイを使用する場合は、ミルなどで粉砕してから加えてください。バターに小麦粉を加えたら、ヘラでバターを切るように混ぜていきます。コツは練らないようにすることです。練ってしまうとグルテンが出て生地が硬くなってしまいます。このように生地がそぼろ状になれば OK です。容器などに移して、こちらを一晩冷蔵庫で寝かせます。こちらは冷蔵庫で一晩寝かせたタルト生地です。まずこのボロボロの状態のタルト生地を型の底一面に敷き詰めます。こちらは後ほどトッピングに使用していくので取っておいてください。残りの生地を台の上に開けていきます。ではこの生地をまとめていきます。手のひらのこの部分を使って生地をこのように押しつぶすようにしていくと、生地に手の熱も伝わりにくく、なおかつグルテンの形成も抑えられます。ある程度生地がまとまってきたら、このように生地を揉み込んでいきます。このように生地の表面がつるっとすれば OK です。生地を丸く平らに押しつぶしていきます。このぐらい平らになれば OK です。生地を綿棒でのしていきますが、打ち粉は強力粉を使用してください。ある程度生地が伸びたら、生地の中央に型を置きます。型の縁から生地の縁まで5センチぐらいの長さがあるかどうかを見ます。足りなければさらに生地を伸ばしていきます。5センチぐらいの幅がきちんと取れれば OK です。生地を綿棒に巻きつけて、型の中に生地を敷いていきます。このように型の角にもしっかり生地が敷き込めたら、30分ほど生地を冷蔵庫で寝かせていきます。生地を冷やしている間にこのリンゴを切っていきます。そ
したらこの切れたりんごをさらに薄くスライスしていきます。適当にだいたいこのぐらいの薄さで全部スライスしていきます。はい、ではフィリングに味付けをしていきます。こちらはバニラシュガー。これ白いお砂糖にバニラ香料がつけられたちょっと安いやつなんですよね。これ1個 16g 入りなので、これ1袋と、あとこれちょっといいバニラシュガーです。合計で 20g になるようにしていきます。はい、そしてこちらシナモンパウダー。じゃあこちらを混ぜ合わせていきますね。はい、混ざったらちょっと味見してみます。今回ちょっと若いりんご使ってるから結構酸味が強いんで、ここに適量お砂糖を加えていきます。マックス 20g ぐらいですかね。またお砂糖絡めて、こちら最後ブーカタルタ。これはポーランドのパン粉なんですけど、これを1つかみぐらい適量フィリングの中に加えて混ぜ合わせていきます。このパン粉はりんごの水分を吸ってくれる役割があります。これで OK です。はい、こちらはアールグレイに合わせるジンジャー味です。細かくすりおろします。そしたらこの中にお砂糖加えていきます。はい、そしてこちら生姜が1箇所に固まらないようによく混ぜ合わせてください。今回りんごを薄くスライスして少量のお砂糖やスパイスと和えただけのフィリングを使用していますが、結構シャルロッカの多くのレシピではこのタルカすりおろし器のこの部分を使って結構りんご自体を細かくして、それをお砂糖などを加えて火を通したものをフィリングとして使用する場合も多いです。結構家庭によって作り方は本当にバラバラだと思います。こちら冷蔵庫でしっかり休ませたタルト生地です。この型の一番上から下 5mm ぐらいの高さの場所をちょっとこのカードでカットしていきます。高さを合わせてあげますね。はい、こんな感じです。そしたらこの底の部分にフォークで穴を開けていきます。この穴は生地が浮くのを防止してくれます。そしたらこの中にこのフィリングを詰めていきます。結構この角のところにしっかりりんごがくるように詰め込んでください。アールグレイジンジャーも工程は全て同じです。そしたらこの上に先ほど取っていたクランブル状のクッキー生地を敷いていきます。そしてこれさっき切り取った余った生地はこの上に散らしていきます。これでオーブンに入れていきます。いや、私このポーランドのケーキの中でシャルロッカはかなり上位に入るぐらい美味しいんですよ。本当に素朴で自然な味がします。甘すぎないのがいいんですよ。酸っぱいリンゴを使うことによってリンゴの酸味が甘いクッキー生地と合わさってすごくちょうどいいバランスになります。あとはお店でシャルロッカをオーダーすると横に生クリームとかアイスクリームのオプションがつくことが多いです。もしこのシャルロッカを日本で作るとしたらブラムリーっていうクッキングアップルが場所によっては手に入ると思うので、そちらを使用することをおすすめします。ポーランドの皆さんなんかはもうすでに自分好みのシャルロッカのレシピがあると思うんですよね。もしこのレシピが面白いなと思ったら、普段お作りのシャルロッカにアールグレイ加えてみたりジンジャー加えてみたりアレンジしてみるのもいいかもしれませんね。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録もお願いします。